プラス AI ニュースラボ。さて、今回のディープダイブへようこそ。よろしくお願いします。あなたが共有してくださった資料を拝見しました。これをもとになぜ台湾有事が日本有事につながるのか、この核心に今日は迫っていきたいと思います。はい。地政学、安全保障、それから経済と、いろんな角度からの情報がありますね。そうですね。資料を読み解くと、やはり地理的な近さ、それから日米同盟、そして経済の結びつき、この3つの大きな柱が見えてきますね。これらがどう複雑に絡み合って、台湾有事は日本有事だという認識になるのか、ここを具体的に見ていくのが今日のポイントかなと思います。なるほど。早速ですが、資料の中で、やはり特に驚いたのが、台湾と日本のこの距離感。はい。与那国島からだと、たった110キロなんですよね。そうなんです。地図で見ると本当に目と鼻の先というか、で、まさにその地理的な近さがですね、もし紛争が起きた場合に日本の南西諸島、特に沖縄が直接的な影響を受けるリスクを高めていると。実際に過去に中国のミサイルが日本の EEZ 内に着弾した事例なども資料では触れられていましたね。はい、ありましたね。有事となれば自衛隊の施設やあるいは在日米軍の基地、これが標的になる可能性はやはり否定できないわけです。その在日米軍基地の存在、これが次の重要なポイントになってくるわけですね。資料にも沖縄をはじめとする基地が戦略的に非常に重要だと書かれていました。これが具体的にその台湾有事とどう結びついてくるんでしょうか。これらの基地はですね、仮に台湾で何かあった場合、アメリカ軍が迅速に展開するための非常に重要な足がかりとなる場所です。はい。しかし、それは裏を返せば、中国側から見ると、アメリカの介入を阻止するためには、まず攻撃を考えなければいけない目標ともなり得ると、そういうことなんですね。なるほど。つまり同盟国としてのその拠点であるがゆえに攻撃対象になる。そういうリスクもあるということですか？まさに。もし万が一基地が攻撃されたらそれはもう。その時点で日本の主政権が及ぶ範囲が攻撃されたことになりますから、これはもう明確に日本有事となるわけです。日本有事？さらにアメリカ軍への攻撃が日本の平和と安全に重要な影響を与える重要永久事態、あるいはもっと深刻な日本の存立そのものが脅かされる存立危機事態だともし政府が認定すればですね。はい。日本は集団的自衛権、つまり自国が直接攻撃されていなくても同盟国を助けるために武力を行使する権利、これを行使してアメリカ軍を支援する、つまり戦闘に関与するという道も法的には開かれているんです。そこが非常に大きな分岐点になるわけですね。そうですね。日本の判断次第で関与の度合いが大きく変わってくるということです。軍事的な側面もさることながら、経済への影響、これも甚大だと資料では繰り返し指摘されていますね。特に台湾周辺のシーレーン。これは本当に重要です。台湾海峡を含むあの辺りの海域は日本のエネルギー、それから貿易のまさに大動脈です。大動脈ですか？はい。資料にもあるように、例えば中東からの原油とか LNG、液化天然ガスですね。これの大部分が、そして多くの輸出入品があのルートを通っているわけですから。そのルートがもし有事で封鎖される、あるいは非常に危険な状態になったら、私たちの生活への影響ってこれは、計り知れないものがありますね。そうなんです。壊滅的という言葉が資料にもありましたけれども、これは決して大げさな表現ではないと思います。エネルギーが止まる、物資が届かないとなると工場の操業停止はもちろんスーパーから物が消えるとかそういうレベルの話になりかねません。単なる不況ではなくて社会の基盤そのものが揺らぐ、そういうリスクですね。もう一つ、経済で忘れてはいけないのは半導体。これも資料で強調されていました。台湾が世界の先端半導体のかなりの部分を供給していると。その通りです。特に最先端の、ロジック半導体と呼ばれる分野では実に9割以上という数字も出ていますね。9割以上。ですから台湾での生産がストップするような事態になれば日本の自動車産業、それから IT、医療機器、さらには防衛装備品に至るまでもうあらゆる産業が本当に深刻な打撃を受けることになります。それに加えてもし将来的に台湾が中国の強い影響下に置かれるようなことになれば
この半導体の供給をある種の外交的なカードとして使ってくるんじゃないか、そういうリスクも指摘されていますね。なるほど。これだけのリスクがある中で、日本政府もただ手をこまねいているわけではないという記述もありましたね。はい、その点も重要です。2022年の末に改定された国家安全保障戦略などのいわゆる安保関連3文書。これはまさに今日話してきたような台湾有事は日本有事というこの認識を前提として防衛力を根本的に強化していく。特に南西諸島の防衛体制を強化という方向性をはっきりと打ち出しています。あとはより具体的に台湾との間でもしもの時の避難民、これに関する情報共有の格も付けを結んだりとか、そういった備えも進められているようです。地理的な宿命ともいえる近さ、そして同盟関係、経済的な深い結びつき。資料を読み解いていくと、台湾有事が日本に直結する理由は本当に多層的で、これはもう避けては通れない現実なんだなと改めてよく理解できました。さて、ここまで様々なリスクを見てきましたが、最後にお聞きのあなたに一つさらに深く考えていただきたい問いがあります。はい。資料が示すようなリスクに備えるために抑止力を高める努力はもちろん必要でしょう。しかしその一方で、その行動が意図せずに相手からは挑発と受け止められて、かえって緊張を高めてしまう、そういう危険性も常にあるわけです。難しい問題ですね。この抑止と挑発の非常に微妙な境界線は一体どこにあるのか。そして、その極めて難しいバランスを私たちはどう取っていくべきなのか。これは簡単な答えが出る問題ではありませんが、ぜひあなた自身の考えを深めるきっかけにしていただければと思います。